皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気ですか？私は寝ても寝足りないっていうか眠い状態がずっと続いてまして、今日もお昼寝したんですけどまだ眠いですね。そしてお昼寝を長くすることによって夜寝れないっていう負のループに陥っています。はい、負のループに陥るってその悪いサイクルに入ってしまうということですね。なかなか抜け出せないこの負のループから状況ですけども、皆さんはお元気でしょうか？はい。前のポッドキャストからずーっと言ってますけど、日本は本当に蒸し暑い。はい。暑いです。英語のレッスンでね、幼稚園に週3回ほど行ってるんですけど、園の先生にお会いした時とか、こんにちは。今日も暑いですね。もう危ないですね。溶けますね。っていう会話をもう毎回しています。もうそれぐらい暑い。もうそれしか話すことがないぐらいもう暑いです。はい。皆さんの地域はどうですか？うん。さあ、日本はね、蒸し暑いんですけど、今日はその蒸し暑さの対策についてお話ししたいと思います。対策っていうと例えば今だったら蒸し暑いというこの状況、悪い状況に対してどうやったらよく過ごせるかな、何をすればよく過ごせるかなっていうその方法ですね。よく過ごすための方法についてお話ししたいと思います。はい。まずはね、外に出ないことです。必要以上に外に出ないことですね。コロナの時と同じような感覚ですけど、もう本当に必要な時だけ外に行く。必要じゃない時はできるだけ涼しい場所にいる。はい。これがすごく大事です。日本では。うん。熱中症にね、なりやすいですから、熱中症っていうともう暑さで頭が痛くなったり、時には倒れてしまったりね、そういう病気になってしまうことを熱中症になると言いますけど、家の中にいても熱中症になる人がいるみたいですからね。うん。あの暑さもそうだし、あとプラス水分をとっていないと、熱中症になってしまう可能性があるので、できるだけ涼しい場所にいて、そしてこまめに水分を取るようにしましょう。はい。で、あとは涼しい場所を作るためにね、家でよく使うもので言うとエアコンですね。うん。日本のエアコンって、昔のものはないかもしれないんですけど、最近のものは冷房、暖房、そして除湿という機能があるものが多いです。冷房は部屋の空気を冷やす機能です。暖房は冬に使えますね。暖かい空気を作る機能。除湿、これは空気の中にある水分を取り除く機能です。はい。除湿って漢字で書くと、除は取り除くの除く。湿は湿度、湿気の湿、空気にある水のことですね。それを取り除く機能を除湿、またはドライって書いてることもあるかな。この機能があります。で、私はこの夏は除湿機能をよく使ってます。除湿とか除湿冷房、除湿プラス冷房するっていうこの機能を使ってて、なんでかっていうと、日本の夏ってもうすっごい湿度が高いんですよ。信じられないぐらい湿度が高くて、気温より、その湿度が高いことで気温より体感温度の方が
すごいこう暑い状況なんですよね。体感温度ってもう実際に自分が体で感じる温度を体感温度と言いますね。はい。なのでこう気温をねスマートフォンとかで見ると思うんですけど、その見た気温、例えば今31度っていうのより体感温度では35度って感じたりするんですよね、湿度が高いと。で湿度を下げてあげるとそれだけでねかなり涼しく感じます。なのでもし日本に来て、夏に日本に来てホテルとかでね、そうホテルとか Airbnb とかでこうエアコンを使う機会があればぜひ除湿してみてください。かなり、快適になると思います。はい。あとは外にどうしても行く場合、日傘使うのがおすすめですね。私こんなこと言っておきながらこれまで全然日傘使ってなかったんですよ。なんでかっていうと日傘のイメージってこう肌を守りたい、白い肌を保ちたい女の子たちが使うグッズのイメージで、私どっちかっていうともう日焼けとかをあんまり気にしない、なんかすぐに肌が焼けてしまう人なのであんまり日傘とかを使ってこなかったんですけど、今年台湾に旅行に行く時にかなり台湾も暑いって聞いて日傘を買ったんですね。で日傘を使ってみたらすごいね、全然違いますね。やっぱ太陽の光を遮断するだけでこんなに快適なのかっていう風に気づきました。遮断するっていうのは太陽の光をこうブロックすることですね。それだけでもかなり効果がありますね。なのでぜひ日傘もおすすめです。ぜひ日傘も使ってみてください。最近は女性だけじゃなくて男性も日傘使ってる人が増えてきましたね。私と同じ理由の人もいると思います。肌を守るためというよりもう暑すぎるから危ないから自分を守るために、日傘を使ってる人をちらほら見かけますね。はい。ぜひ日本の夏に来ることはあまり個人的にはおすすめではないんですが、もしね日本の夏を体験したいとか、もう今日本に住んでる方でもうこの暑さ耐えられないということであれば、この3つできるだけ家にいること、そしてエアコンを使う、特に除湿がおすすめですね。で外にいる場合は日傘を使ってみるっていうことで、日本の夏を一緒に乗り越えましょう。頑張りましょう。はい、皆さんの地域では今どんなお天気、どんな気候ですか？暑い地域ではどんな対策をしていますか？ぜひコメントで教えてください。はい、本日も以上です。本日も皆さんにとって日本語日和になりますように。またねー。